グデイカズでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ちょっと楽器のお話をしたいなと思います。皆さんループペダルって聞いたことあるでしょうか。有名なミュージシャンでいうと、イギリスのシンガーソングライターエド・シーランさんがライブ上でですね、その場で弾いたフレーズを録音して、繰り返し後ろでこう再生しながら、それをですね積み重ねていってソロで音楽をしているのに、まるでこうバンドのようなね、バッキングトラック、いわゆるカラオケのようなものを、後ろで再生しながら弾き語りをするというスタイルに、使われるもの。他にもね、そういう、ルーパー、いわゆるこう繰り返し再生、録音再生するための機材のことを、ルーパーっていうんですけども、今日はですねそんなルーパーのご紹介をしたいと思います。はい。で、今回ご紹介するものは先ほどご紹介したエド・シーランさんにまつわる、こちらのですねシーランルーパープラスというものを、購入しましたので、開封とですね外観の方を見ていきたいなと思います。第一印象なんですけど、めちゃくちゃ箱がでかくてね重いんですよ。比較対象としてこちらですね、僕が以前から愛用しているエアロスループスタジオというこちらも、いわゆるループペダル、ループステーションになるんですが、全然箱の大きさ違うでしょ。厚みがまず薄いし、厚みがこんだけ違って、上から見てもシーランルーパーの方がねはみ出ちゃうんですよね。めちゃくちゃでかいんです。あとねすっごい重いです。2キロ半ぐらいあるのかな。ルーパー本体が1キロ 1.7 キロだったと思います。そんなことはさておきね、本体皆さんも中気になっている方もいらっしゃると思いますので、早速、外観中の方見ていきたいと思います。今ですね、俯瞰撮影で、箱の外観の方ご説明しておりますけども、冒頭でもご紹介した通りかなりでかくて重たい箱になっております。でパッケージはね紙のパッケージになっておりまして、いつものねエコシンガーらしく、まず箱から紹介していくんですけども、箱はもういわゆる普通の紙の梱包になっています。で、裏返してみても分かる通りですね、特になんかめっちゃ環境に優しい、配慮した FSC 認証の紙とかを使ってるわけでもなさそうで、ただねちゃんとリサイクルしてくださいねっていう風なマークがここに書かれています。あとヨーロッパの方で販売、エド・シーランさんイギリスのシンガーソングライターの方なので、世界各国でね販売されているので、各国の言語で、リサイクルの説明がされていると。であとここにはねリサイクルの情報の QR コードがありまして、 QR コードで読み取るとこんな感じですね、各国のマニュアルがダウンロードできるんですね。国によってリサイクルの方法が違うのでそれぞれあるんですけども、英語のやつダウンロードしてみたら名前が出てきまして、ざっと見たところね、この紙なのでちゃんとリサイクルしてくださいねという説明が書かれている程度になっております。箱的にはねそういう環境配慮っていうものが目立つところはないんですけども、それでは肝心の中身の方を見ていきたいと思います。一回ね開けちゃってるんで初開封の動画ではないんですが開けていきたいと思います。まず箱を開けると、もともとこういうねこれはおそらくプラスチックですね。プラスチック製の梱包で、本体がくるまれてて、あと、日本語版のユーザーマニュアル、簡単なやつですね。本ちゃんのユーザーマニュアルは、英語版で20ページぐらいあるんですけども、簡単な日本語のガイドが入ってます。で発泡スチロールの梱包があって、こちら本体が出てくると。非常に重厚感のある作りになっております。あと付属品としてですね、ミニジャックから、MIDI に変換するケーブルがついていて、外付けのね MIDI コントローラーとかを接続することができます。ペダルがね2個しかないんでね、外付けの MIDI ペダルとかで、操作することも可能です。改めてこちらが、今回購入したシーランルーパープラスというモデルになります。はい、こちらですね、シーランルーパープラスというモデルになります。まずスペックからご説明すると、スペックっていうかまず仕様からご説明させていただきます。サイズが、サイズ感でいうと、同じループステーションボスから出てる RC505 と、同じ縦横比になってるんですが、重さが全然違いまして、この子ですね、このペダルで 1.7 キロあります。めちゃめちゃ重たいんですよ。冒頭でちょっとご紹介した僕が普段使っているエアロスループスタジオと、縦横比ほぼほぼ一緒になってます。
ただですね、重量が全然やっぱ違ってまして、エアロスの方が 900g ぐらいです。こっちはですね、1.7kg でほぼ倍あるということなんですけど、じゃあなんでこんなに重いのかという話なんですが、一つはね、このボディの頑丈さ、素材から来ているものと思います。シーランルーパープラス、および上位版のシーランルーパー X っていうのがあるんですけど、技術的にはヘッドラッシュっていうマルチエフェクターのペダルだったりとか、あとは今回出てるシーランルーパー X の前身となったルーパーボードっていうね、マルチトラックのループペダルのボードがあるんですけども、そのヘッドラッシュさんの特徴っていうのは、過酷なんですね。いくつものこのライブステージを、使い続けても耐えうるぐらい頑丈な、作りをしているというのが一つ特徴な、メーカーさんになってまして、見ての通りもうなんか金属の塊みたいな作りをしてるんですね。で、素材のお話をすると、本体の部分は、鋼鉄スチールでできてます。なのでずっしり重いわけなんですね。でもう一つ素材の特徴としてはこのペダル部分でして、ここがですねプレミアムなダイキャストアルミニウムという素材を使っているそうです。ダイキャストアルミニウムっていうのは、普通のアルミとちょっと作り方が違うみたいでして、溶かしたアルミを型に流し込んでですね、強い圧力をかけて製造したものということで、特徴としては非常にね表面が美しい、プレミアムな仕上がりになるということのようです。ペダルが非常にねクオリティすごい高いんですよ。で押しやすい、後でご説明しますけど、あとすごい押しやすいんです。この押しやすさっていうのがルーパーのね操作する上で非常に大事になってきまして、踏むタイミングとか間違えたらですねループが綺麗につながらなくて変な演奏になったりとかするので、このペダルの踏みやすさっていうのは非常に重要な要素ではあるんですね。そう考えるとこのダイキャストアルミニウムのペダルっていうのは非常に押しやすくてめちゃめちゃクオリティが高い仕上がりになっていると思います。実際に、先ほどちらっと触れた、上位版のねシーランルーパー X の方にも同じ、このプレミアムダイキャストアルミニウムのペダルが採用されているということで、クオリティに関してはもう文句なしということになっております。なのでエコシンガーソングライターの目線で見ると、まずめちゃめちゃ頑丈っていうのがね長く使えるというところで、非常に評価が高いポイントになっているということですね。またあとアルミだったりスチールっていうのはリサイクル可能な素材なので、そこら辺も非常に評価が高いと、個人的な評価が高いというふうになってます。それではもう少し細かく、外観の方見ていきたいと思います。まずはインプットアウトプットからご説明していきましょうかね。インプットアウトプットの系列はこんなふうになってまして、左から、コンボジャック XLR の、マイクケーブルとか、あとは普通のギターのシールドケーブルとか両方挿すことができるコンボジャックタイプになっていて、それプラス楽器用のインプットが LR で2系列あります。でアウト出力も LR で2系統あるとなってて、で、外付けのフットペダルを付けるポートがあります。であとは、ここですね、ミディインということで、先ほどお示ししたこのね、ミニジャックと、ミディケーブルで、つなげてですね、外付けの、ミディコントローラーとかを接続してこのフットスイッチをコントロールすることができます。であと USB ポート、USB-B ですね、ルーパーの中にハードディスクが入っていて、録音した音源とかをパソコンとかに移したりするときに使います。あとパソコンでもなんか録音できるみたいですね。でなぜかポートが USB-B ということで、ここちょっと C にしてほしかったなと個人的には思うところではあります。であと、電源ポートの DC ジャック、9V になってます。ちなみにこの DC ポートに接続する、電源のアダプターとかは入ってなかったです。であと電源スイッチですね。入出力端子については以上になります。で次に、ここに電源ボタンがあるんですけども、この、ルーパープラスですね、何がいいかって、これ電池で動くんですよ。スライドさせると、単3電池4本で動く作りになってます。なので特に電源とか挿さなくても、電池入れた状態でねこのパワーボタンを押すとですね、
スイッチが入るんですよね。これが非常に良くてですね、例えばストリートライブでループパフォーマンスをしたい方とかにはまず電源を確保する心配がなくなるので、これ単体持ってってですね、普段のマイクとかギターとか、あとスピーカーとか持っていくだけでもその場でストリートライブができるみたいな感じになっているので、ポータビリティが非常に高い、持ち運び性ですねが非常にいいという作りになっております。はい、そこが一つ特徴になっています。なかなかね電池で駆動できる、ルーパーってなくて、このエアロスもね、これは電源が必要なタイプなので、モバイルバッテリーとかね使わないと、外で電源ないところでは使えないっていうちょっと弱点があったんですが、そういうのもこの、シーランルーパーの方では心配がないという風になってます。でこの左上のこの緑色のですね、ランプがついているところ、ここが実はコントロールノブになっていて、長押しするとメニュー画面に入れます。でこうノブを回すとですね、いろんな設定ができて、逆再生のメニューがあったりとか、再生速度変えたりとか、収録したねループ音源を記録したりとか、逆に呼び出したりとかもできるし、削除もできるし、モード切り替えもできて、あとミディの設定、出力設定、 USB 設定等々ができるという形になっております。この辺もね非常に画面が見やすくて操作しやすいかなっていう感じですね。では実際に、このシーランルーパープラスを使って、どんなことができるのかっていうのを見ていきたいなと思います。まずなんですけども、このシーランルーパープラスには、4つの、収録モードがあります。まず長押ししてこのモードっていうところを押すと、左からシングル、マルチ、シンク、ソングという4つのモードがあります。でシングルモードは単純に1トラックのルーパーです。で実際ちょっと今日はなんか本当はギターつないでねデモとかやってみたかったんですけど、間の悪いことに僕の使ってるギターが全部ピックアップがぶっ壊れまして、ギターを接続できなくてですね、今日は急遽マイクのみの接続になります。そうだ言うの忘れてた。この、シーランルーパーなんですけども、ファンタム電源をね供給する機能はないので、つなぐことができるのは基本的にダイナミックマイクのみとなっています。ただこういうティーネージエンジニアリングから出てる CM15 なんですけども、バッテリー内蔵のタイプのねコンデンサーマイクとかは問題なく接続できるので、ちょっと今日はこれを使って接続していきたいと思います。はい、準備ができました。でね今日なんですけども、もうなんか簡易でちょっとデモになっちゃって申し訳ないんですが、本当はねパソコンにつないで綺麗な音源で、どんな音が流れるのかっていうのをお示ししたかったんですけども、今日は簡易的にこの、シーラルーパープラスをこの TE のですね、OB4 っていう、スピーカーにつないで、その音でね、どんな感じで動くのかっていうのを聞いてもらえたらなと思います。このスピーカーから、OB4 から出てくる音を聞いてみてもめちゃめちゃ音いいんですよ。ヘッドラッシュっていう、もともと蓄積された、音楽のプロセッサー、DSP っていうね音楽処理能力の脳みそみたいなのがこの、シーランルーパープラスにも入ってるんですけども、音質はむちゃくちゃいいです。はい、長くほったらかしにするとエナジーセービングモードに勝手に切り替わるっていうのも、エコシンガーとしては非常にポイントが高いところですね。操作説明なんですけども、この左側が録音再生切り替えボタンで、右側のペダルが停止になってます。録音開始するためにはこの左のボタンを、左のペダルを押します。するとまずねこの赤いランプに切り替わってくるくる回り始めるんですね。これで今レコーディング中になります。でもう一回このボタンを押すと次黄色のランプに変わって、これでオーバーダビングになります。でもう一回押すと、緑のランプに変わって、録音した内容が再生されるというモードになります。でそれ以降は、オーバーダブと再生を交互に繰り返していくような形になります。で、停止ボタンを押すと、止まって、もう一回押すと再生が始まるというような感じですね。で録音したトラックを消したい場合は長押し、停止ボタンを長押しするとクリアになって消すことができます。では実際に何かやってみましょうかね。では、まずシングルモードでちょっと試してみたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー、プッツカッツ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 わー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 
をこう重ねていってその場で、バックトラックというのを作るのがルーパーというものですね。で間違えちゃった時とかは、この左の録音再生ボタンを長押しすると、アンドゥになります。なので一つ取り消すことができます。今、ボイパと下のハモリ上のハモリ入れてるんですけど、ここを長押しするとアンドゥができて一つ前に戻れたという感じですね。でもう一回やるとリドゥになって復元することもできます。で止めたい時にはスイッチで止めることができると。これが基本的な使い方になります。でこれがシングルモードって言って、こういう重ね撮りをできる録音できる箇所が1箇所だけのものがこのシングルモードっていうものですね。次はですね複数トラックのモード、マルチモードとシンクモードかなを、次操作していきたいと思うんですけども、このモードに入る前にちょっと一つ設定をしたいなと思います。それは何かというと、このエンコーダープッシュっていうのかな、実はここもですね一つスイッチとして使うことができまして、今何も設定されてないんですけども、ここ長押ししてですね、メニューの中からアサインっていうやつを選ぶと、このエンコーダープッシュに、機能を割り当てることができるんですね。で今回はソロカーレントっていうのをやりたいと思います。でこれは何かというと、基本的にこの、マルチモードは2個のトラック2つの録音再生する、テープレコーダーみたいなのを同時にですね、再生停止することが基本的には操作しかできないんですけども、さっきのソロっていうのをやると A だけ再生したり B だけ再生したりっていうことができます。ちなみに、トラックの切り替えは、それぞれのペダルを2回押すと切り替えることができて、例えば B に移って A に移ります。で録音操作中はねこっちでコントロールすることが多いんですけど、こっちを2回やっても同じように切り替えることができます。それでは1回やってみましょう。さっきと同じようにパーカッションのパートを、今度はトラック A にで、ボーカル、ハモリのコードを B に入れたいなと思います。それではいきます。ワン、ツー、スリー、4。プッツカツ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 。これで今トラック A の方にはパーカッションが入りました。それでは次トラック B の方にさっきのハモリを録音したいと思います。これ難点なのが停止ボタンを押すと全部止まっちゃうんですよ。なのでこのトラック切り替えはこっちでトラック切り替えするとすると録音中に再生してるものも止まっちゃうので、演奏中はねこっちでトラック切り替えやった方がいいと思います。それではこっち2回押して切り替えましょう。今トラック B に移りました。では、トラック B にハモリパートを入れていきたいと思います。わー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 ということで今ねさっきと同じようにパーカッションの部分とハモリの部分を別々に録音したわけなんですけども、さっきは1箇所だけだったんで個別に再生したり録音したりすることはできなかったんですね。なんですけど今2つのトラックがあるので切り替えることができます。でそれはさっきここにあれ当てたここを押すと今 B だけがソロになっているのでハモリだけが流れているという状況ですね。でここを押すともう一回元に戻ると。で次パーカッションの方を、ソロで再生したい場合はこっち2回押してミュート押すとソロを押すとトラック A だけが再生されるという形になります。なんでここにソロを当て込んだかっていうと、基本なんかマルチトラックルーパーってトラック選択してここの停止ボタンを押すとその選択したトラックだけがストップかかるはずなんですが、この C ランルーパーはですね例えば両方再生している状態で停止ボタンを押すと両方のトラックがね停止してしまうんですね。なのでオールストップオールスタートみたいな形になってます。なので片方だけ再生しようとすると普通のねコントロールだけではできないんですね。なのでこういうソロを割り当ててやることでそれができるようになるという感じです。はい、便利ですね。で長押しすると今トラック A が消えて
トラック B がこれで消えたという感じです。ではそのままシンクモードに移っていきたいと思います。でシンクモードも、マルチモードとほぼ一緒なんですけども、何が違うかっていうと、録音する長さがマルチモードは全く同じなんですね。例えば4小節タッタッタッタって録音したら、トラック A もトラック B もタッタッタッタっていうこの、リズム、この尺っていうのかな、この長さの分だけ録音することができるんですね。なので、この長さで例えばタッタッタッタって録音した時に何も喋らなかったら、後半の部分は何も無音状態が、録音されるんです。具体にやると、先にマルチモードでやりますね。じゃあまずパーカッションの方を4小節やります。ワン、ツー、スリー、フォー、プッツカッツ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 。ちょっとリズム違いますけど、で次 B に移って、これ4小節あるんですけど、頭の2小節だけ録音したとします。例えばわー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 こんな感じでマルチモードの場合は長さが揃うので、録音しない、例えば何も音を発しなかった部分っていうのは無音の状態でねキープすることができるんですね。録音する長さを揃えられるっていうのがこのマルチモードになります。でそれを踏まえて、シンクモードに行くと、これは例えば短い状態でブツって切ったらですね、その短い部分がこう長い部分をこう埋めるように繰り返し一回見てもらったらいいですね。ちょっとやってみましょう。まず同じようにパーカッションの部分をやりますね。ワン、ツー、スリー、フォー、プッツカッツ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 カッツということで、これまず4小節やりました。で、次ボーカルを、2小節だけやろうと思います。このゲージの速さが違うの分かりますか？トラック A はトラック B よりも2倍長い時間録音してるんですけど、トラック B はその半分なので、残りのもう半分はもう一回繰り返し再生してくれるっていうような感じです。なので録音する長さが違っても自動的にこうなんていうのかな、間を埋めてくれるみたいな使い方ができるのがこのシンクモードという感じです。でこれも同じように、停止ボタンを押すと両方止まって、再生を押すと両方再生するような感じになります。はい。なので、同じようにこのミュートですね。ミュートじゃない、ソロモードか。ソロで、選択したトラックだけを再生するっていうような使い方が、いいのかなと思います。個人的にはあまりこのモードは使わないかなっていう感じなんですけど、はい。これがシンクモードということです。ちなみにエド・シーランさんは、さっきのマルチモードっていうのをよく使っているそうです。なんかね、その曲のね、前半部分、サビ歌ってる前半部分だけコーラス挟んだりとかする時あるので、無音の音の空間を作りたい。シンクモードだとこう無音のところがちょっとキュッてね、一回繰り返した部分で埋められちゃうので、それがマルチモードでは、空白にすることができるので、曲の長さとか曲の構成に合わせて、音を出したくないところ、音を出したいところっていうのをあらかじめ決めておけば、それに応じてバッキングトラックを作ることができるということで、エド・シーランさんはマルチトラックモードっていうのを使っておられます。で、最後にご紹介するソングモードというのは、これまでと、マルチとシンクと同じ、2トラック、2つの異なる、録音箇所、再生箇所を持ってるんですけども、さっきの2つはね、同時再生同時停止片方再生とか、臨機応変に切り替えることができたんですけども、これは、2つのそれぞれ違うところに録音したものを切り替えて使うことを想定されてます。でなんでソングモードっていうかというと、例えば曲でA メロ B メロサビとかあるじゃないですか。曲の構成に応じて、使いたいパートを変えるときに、このモードを使うことになります。例えばじゃあやってみましょう。例えばトラック A は、シンプルなコードなので、ボイスパーカッションと簡単なハモリだけ。ワン、ツー、スリー、フォー、プッツカッツ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 。ワーわ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 ー先ほど
同じ構成をねトラック A の方には録音したんですけども、もうちょっと複雑なことを、例えば B にやろうとすると、トラック切り替えをするとですね、B に移って録音ボタンを押すと自動的にトラック A が止まります。なので同時再生できない作りになってるんですね。なのでちょっとこれは一回止めて消して、じゃあもうちょっと違う複雑なトラックをプツカツ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 ボボボボボボウォー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 はーはーこんな感じで、例えば A と B を違うね構成の録音をしたとするじゃないですか。そしたらこれがサビ、てんこ盛り全部何でもあり全部録音バージョンの、サビに使うのが、トラック B だとしたら、ボイパとハモリだけのやつが、サビの前 A メロ B メロにして、でサビに移るときは例えばトラック B に移行したかったら B トラック選択した状態でこうやることでね、再生するトラックを切り替えて、曲のタイミングとか構成に応じて、自由に、録音した2つのトラックを使い分けることができるという風な感じになってます。はい、ということでここまでね、ちょっとざっくりとではありますけども、4つの録音モードと再生モードの、ご説明をしてきました。個人的にはですね、エド・シーランさんが使っておられるというこのマルチモードっていうのを、ベースにライブでは使っていきたいなと思ってます。で、トラックの切り替えがねこのダブルタップでしか切り替えられないっていうのが若干ねしんどいところではあるんですよ。なんかこんな感じでねうっかり再生しちゃうとなんか変なループができたりとかするんで、じゃあトラックの切り替えどうすんのよって話なんですけど、その時はもう潔く外部フットペダルを使うか、あとはこの、エンコーダープッシュですね、これにアサインでこれにねトラックの切り替えを当てることもできるんですよ。このトラックってやつにすると、これを押すだけでねトラックの切り替えができます。なので2回押してトラック切り替えたりしなくて済むので、プツカツ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 で押したらもうすぐね隣に切り替わるので、このまま録音するとウォー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 これでねトラックの切り替えができます。でまた次こっちの A の方に録音したくなったら A の方に戻してこんな感じでトラックの切り替えは非常にやりやすくなるので、このエンコーダープッシュにねトラックの切り替えを割り当てるのは非常にいいんじゃないかなと個人的には思います。ただねこれ当てちゃうと片方だけ再生してもう片方だけ再生したりっていうのができなくなっちゃうんで、その辺はね外部フットスイッチ使うとかいろいろちょっとまだ試行錯誤はいるんかなって感じなんですけど、これ停止すると全部のトラックが停止しちゃうし、これを押すとね録音したトラック全部再生されちゃうんで、曲の緩急をねつけたいなっていう時はちょっとまだ他のねコントローラーが行ったりするのかなと思うんですけども、曲に合わせて、ループのね調節をしたりとか、コントロールしたいなっていう時はルーパープラス単体ではちょっと難しい部分はあるかもしれないんですけども、設定をねしたりとか、外付けのものをつけることでいろいろと工夫することはできるかなというふうに感じています。ただこのペダルだけでねこんだけ綺麗な音が鳴らせてくれるっていうのはね非常にありがたいので、これ単体で特にリバーブとかなくてもこの OB4 これ両方ともねバッテリーで駆動できるんで、この2つあればすぐにループパフォーマンスが路上でできるなというふうに感じているので、
本当に携帯性は爆上がりかなというふうに感じているところです。で、何気にここまで、操作してきたわけなんですけど、このペダルの静かさっていうのが非常に僕はねありがたくてですね、これ押してるの全然音しなかったじゃないですか。これ別にマイクにつないでないから音してないんじゃなくて、実際にマイクに近づけて押してみてもものすごく静かなんですよ。これがね非常に大事なポイントでして、感度のいいマイクつないでるとこのねスイッチを押した時のカチッっていう音がループに入っちゃうんですよね。それがね非常に他のループペダル使う上で悩ましいところではありました。実際に、僕が前から使っているこのエアロスループスタジオは押すとこういうカチャンカチャンって音がするんですよ。これでも静かになった方で静音化の改造をねしてるんで、ゆっくり押せばある程度音は静かになるんですけど、話す時を勢いよく話すとカチャーンって音がするんですよね。去年だったかな、このエアロスもゴールドエディションっていう完全に静音化したフットスイッチがね、完全に無音化されたバージョンが出たんですけど、なんか無音化するためだけに買い替えるっていうのはちょっとどうかなっていうのも正直ありまして、今現在は静音化したものをね使っているわけなんですけども、その上でねこのペダルの静かさっていうのはループパフォーマンスをする上でかなりというか絶対必要な要素であると思うので、めちゃめちゃ高評価です。で、あともう一つがこのペダルがめっちゃ押しやすいんです。で、今回手で押してるんでね、これ意外と重そうに見えるんですけど、押してる感じすごい軽いんですよ。軽く押してもねすぐへこんでくれて、でしかもルーパーって一番怖いのが押したつもりで押せてないっていうのが一番怖くて、タイミング間違えるとね余計な音が入ったりとか、長さが狂っちゃって再生したループがうまいこといかなかったりとか、あるんですけども、なのでちゃんと踏めてるかっていうのが非常にルーパーの、肝ではあるんですね。その音と、押しやすさっていうのが肝なんですけども、これはね足で押してもめちゃめちゃいけます。で、こんだけペダルがでかいのでスニーカーだろうがブーツだろうが裸足だろうが何でも濃いな作りになってるんですね。いやもうそれがね非常に海外のレビュアーさんでも絶賛されていました。さすがねエド・シーランさんが実際にライブパフォーマンス、例えばスタジアム、今回もね大阪ドームとかでツアーされてましたけども、そこでも実際に使用されていた、上位版の X の方を使用されてたと思うんですけど、実際にそういう、本番でねプロがミスが許されないような環境であってもちゃんと作れるクオリティのこのペダルっていうのがもう非常に評価が高いところかなと個人的には思います。で、やっぱり気になるところは、壊れた時どうすんのよっていうところやと思うんですけども、一応この日本語マニュアルのところに、特に保証書みたいなのは入ってなかったんです。でも製品登録できると書いてあるの。そうですね、製品登録ができるっていうふうに書いてますね。ただでもこれシーランルーパー .com やから海外のサイトなんよな。で、日本のこの販売代理店は、そのさっき、冒頭でもお話ししたヘッドラッシュっていう会社とか、あとは、オーディオ、DTM の方がよくミディキーボードで触られてる赤いっていうメーカーがあるんですけど、日本のメーカーなんですけど、そこのメーカーとかをひっくるめて、マネジメントされてるインミュージックっていう会社がありまして、そこの、日本法人インミュージックジャパン株式会社というところが、このシーランルーパーの、どうも日本の、代理店というか、販売店メーカーさんみたいな立場になってるみたいです。で、インミュージックのサイトを見たところですね、インミュージックジャパンさんの商品は、基本1年間の、メーカー保証がついているよということで、このシーランルーパーについてもちょっと保証書みたいなのなかったんですけど、おそらく、1年保証みたいなのがついてると思います。僕はこれ日本の楽器屋さん、で購入したので日本のね、購入証明とかもついてきたんですけども、基本的にこのインミュージックジャパンさんの、保証を受けるためには、日本で購入したもの、ちゃんと正規で流通している、日本国内で流通している商品じゃないと保証が適用されないということで、例えば個人でね海外から購入したもの、並行輸入品っていうんですけど、そういったものには
保険が適用されないので、ご注意いただきたいなと思います。実際に壊れた時とかね、技術的なサポートをどうしたらいいのかなっていうのは正直この、ペラ紙の方には何にも書いてなかったんで、ちょっと今ね、購入した楽器屋さんに、どういうふうにねサポートを求めたらいいのかなっていうのを合わせて聞いているところです。やっぱりエコミュージシャンとしてだけじゃなく、全部のミュージシャンがね、やっぱ思うのはお気に入りの機材を長く使いたいというところが一番だと思いますので、そういうメーカーの保証とか、そういったところは非常に大事になってくると思います。なので現在ねこのシーランルーパーについてはあんまり日本語のサイトとかも正直情報が出回ってなくてですね、よくわからない部分も多いところなので、僕の方でね例えばメーカーさんじゃなくて販売店さんから聞いた情報とかあれば、また動画にしたりとか、概要欄の方に書き足したりとかしてですね、ちょっと情報発信の方していきたいなと思ってます。はい、ということで今日は、エド・シーランさんのシグネチャーモデルのルーパーペダル、シーランルーパープラスをご紹介いたしました。この上位版のルーパー X につきましては、本当にねエド・シーランさんがライブで使用してて、僕もいつか使ってみたいんですけど、これがいかんせん2キロ弱あるんですが、ルーパー X の方は7キロあるということで、とてもね個人でこう路上ライブとかに持っていける代物ではないので、まずはこの子を使っていきたいなと思ってます。そもそもルーパー X 日本で流通してなさそうなので、個人で海外から輸入すると23万ぐらいって書いてたかな。日本円でね23万ぐらいするんで、そんな簡単にほいって買える金額でもないので、まずはこの、ルーパープラスの方で、ループパフォーマンスのちょっと腕を磨いていきたいなと思います。今回は、エレアコがなかったので、声だけの、ご説明になったんですけども、本来のねエド・シーランさんがやってるようなアコギでパーカッションの音出したりとか、アルペジオのフレーズ録音したりとか、ベースライン録音したりとか、それに声を混ぜたりとかしてですね、曲を奏でる、そういうパフォーマンスもちょっと動画にできたらなと思ってますので、引き続きお楽しみいただけたらなと思います。はい、またこのシーランルーパープラス、こんなね気になってるよとか、こんなとこまたご説明してほしいみたいなのがあれば、コメント欄でねコメントいただけたら、動画にしたりとか、その場でお答えできることについてはお答えしていきたいなと思いますので、ぜひコメント欄の方も、何か気になることがあれば入力していただけたらなと思います。はい、ということで今日は、シーランルーパープラスのご紹介でした。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。カズでした。